真鶴の、いつものやつら。こんにちは、ほやです。今回は、真鶴の磯で、ウミウシを探します。見つけたウミウシを、次々に紹介していきますね。それでは、始めましょう。相模ミのウミウシです。大きさは、10ミリくらい、ちびっこサイズの、相模ミのウミウシです。真鶴では、毎回見つけているウミウシで、2025年シーズンは、解禁賞を継続中です。例年の傾向から、春先には30ミリくらいの大きいやつがたくさん歩いていて、夏が近づくにつれて、数が減っていき、今の季節は10ミリくらいのちびっこが中心になる、というローテーションが見られます。ウミウシ探しを長年続けていると、こういった傾向もわかってきて、面白いですよ。琴姫ウミウシです。大きさは10ミリくらい、よく見る大きさの琴姫ウミウシです。白い体に黄色い線が入っていて、とても可愛いウミウシですが、大きくなっても10ミリくらいにしかならないので、なかなか見つけにくいウミウシだと思います。周りのもさもさしたやつを食べているらしいので、1匹見つけると、その近くに2匹、3匹と見つかっていく傾向が見られます。最近、イバラウミウシ属の一種が、琴姫ウミウシにそっくりな姿をしていることが分かったので、このウミウシも、実は、イバラウミウシ属の一種だった。なんてことも、あるかもしれません。つづれウミウシです。大きさは、20ミリくらい、よく見る大きさの、つづれウミウシです。全身ネズミ色で、どことなく、冴えない感じがするウミウシです。あまり動かず、じっとしていることが多いのですが、この個体は、なぜか、活発に動き回ってますね。似たような種類がとても多く、最近は、どれとどれが実は同じ種類で、これとこれは、実は違う種類というように、分類の再整理が行われているようです。よく見かけるウミウシでも、分類が揺らぐことがあるくらい、ウミウシは、分かっていないことが多いのです。今回も、すべすべマンジュウガニを捕まえました。いつも捕まえているやつより、少し小さめサイズです。丸っこくて可愛いので、磯遊びの人気者です。正面顔を、どうぞ。この丸みが、たまりませんね。可愛い姿をしているのですが、フグの毒と、同じ毒を持っているので、食べると、死にます。岩の陰に、イボイワオウギガニを見つけました。見た目が、かなりマッチョな感じのカニですが、大きなハサミは力強いので、挟まれると、めちゃくちゃ痛いです。ちょっと、つっついてみましょう。うおー。マッチョな姿をしていても、カニらしく、素早い横走りです。色味のウミウシです。大きさは、20ミリくらい、小さめサイズの、色味のウミウシです。磯遊びでよく見る、ミノウミウシの仲間のうちの一つで、相模湾沿岸の磯なら、だいたいどこにでもいると思います。
色の濃さは、個体によってまちまちで、この個体は、かなり色が薄いです。ミノウミウシの仲間の、ミノの部分は、消化器官になっているので、食べたものの状態によって、ミノの色の濃さが変わります。サラームミノウミウシです。大きさは、15ミリくらい、よく見る大きさの、サラームミノウミウシです。さっきの色ミノウミウシと、よく似ていますが、触覚の形が、色ミノウミウシはネジ状になっているのに対し、サラームミノウミウシは、粒状の突起が、たくさんついた形をしているところで、区別ができます。大きさは、サラームミノウミウシの方が小さめなので、小さな色ミノウミウシを見つけたと思ったけど、よく見たら、サラームミノウミウシだった。ということが、よくあります。なんか、何もないところに、体を伸ばしていますが、大丈夫なんやろか。うわぁ、落ちた。ゆっくりと、落ちていきますね。無事に着地できたようです。本堂にヤドカリを見つけたので、起き上がる様子を観察しましょう。なかなか苦戦してますね。よっこらせっと。器用に起き上がりました。この個体は、ウラウズガイの貝殻を背負っていますが、サザエの貝殻を背負っているやつが多いです。岩の陰から、マガキガイがこちらの様子を伺っています。貝類は、しっかりした構造を持った目を持っているやつが多いのですが、マガキガイくらいしっかりした構造の目だと、見られている感がすごいですね。高知県では、チャンバラガイとも呼ばれて、食用にされているようで、食べると、結構美味しいらしいです。白線ミノウミウシです。大きさは、10ミリくらい、よく見る大きさの、白線ミノウミウシです。水温が高くなるにつれて、数が増えてくるウミウシですが、体が小さい上に細長いので、こういうウミウシがいると知らないと、見落としがちだと思います。相模湾沿岸なら、どこの磯にもいると思います。今回見つかったのは、この1匹だけでしたが、見落としが結構あったのかもしれないです。サキシマミノウミウシです。大きさは、20ミリくらい、よく見る大きさの、サキシマミノウミウシです。白とオレンジの、明るい色の体で、赤い海藻に、くっついていることが多いので、かなり目立ちます。この日は、小さな海藻が生えている岩壁に、10機以上ついていて、大量でした。光触手をバンバン振り回して、進む方向の様子を伺いながら、どんどん進んでいきます。クモ型ウミウシです。大きさは、25ミリくらい、小さめサイズの、クモ型ウミウシです。ウミウシとしては、このサイズは結構大きめなのですが、クモ型ウミウシは 150mm くらいまで大きくなるので、このサイズでも小さめです。小さめサイズの頃は、全身オレンジ色で、コロッケみたいな姿をしているのですが、大きくなると、焦げ茶色っぽくなってきます。
硬い体をしていて、ほとんど動く様子は見られないのですが、この個体は、なんか、動き出しました。さっきのツズレウミウシも、普段はあまり動かないのに動いていたから、今日はそういう日なんやろか。石をひっくり返そうとしたら、サツマカサゴでした。危うく掴んで、毒のある背びれに刺されるところでした。危ないので、もっとわかりやすい姿をしていてほしいです。ハタンポの群れが、タイドプールに取り残されていました。こういう小魚の群れは、6月くらいに、稚魚の群れとして観察され、継続して観察していくと、少しずつ大きくなっていく様子を観察できます。今年も大きくなったなぁ。岩の隙間に、カゴカキダイの群れがいました。浮遊物が多くて、見づらいのが難点ですね。カゴカキダイは、食べると美味しいらしいですが、薄っぺらい体をしてるので、さばくのが難しく、食べるところも少ないので、あまり食用とされないみたいです。オトメウミウシです。大きさは、10ミリくらい、ちびっこサイズの、オトメウミウシです。真鶴では毎回見つかっていたのですが、今シーズンは、夏に数を大きく減らしているようで、今回見つけたのは、5月以来でした。いつも見つかるやつが見つからないと、なんだか寂しい思いをするんだよなぁ。サガミミノウミウシと同じように、春には大きめの個体が、たくさん見られるのですが、水温の高い時期は、ちびっこサイズばかりが見られるようになります。同じような時期に、世代交代が起こっとるんやろな。9番ウミウシです。大きさは、10ミリくらい、よく見る大きさの、9番ウミウシです。前回見つけたのは、2022年シーズンなので、3シーズンぶりの出会いです。変な形をした突起が、体中にたくさんついているのですが、よく観察してみると、9番っぽい形をしていることから、9番ウミウシと呼ばれとるんやろな。この個体は、白っぽい色をしていますが、黄色っぽい色をしているやつも、いるらしいです。ウミウシの分類は、色よりも、形が重要なのです。チゴミのウミウシです。大きさは、10ミリくらい、よく見る大きさの、チゴミのウミウシです。ウミウシの卵を食べるウミウシとして知られていて、ミノの部分がピンク色になっているのは、卵を食べたばかりの状態のようです。卵は消化が良いので、排泄物を出すことなく消化できるので、肛門が退化してしまっているという、ちょっと罪深いウミウシです。この個体は、フジツボの殻の中で、ぐるぐる回っていますね。いい感じに影になっているので、居心地のいい場所だと、思っとるんやろな。今回は、このくらいにしておきましょう。今回見つけたウミウシは、11種類でした。最後まで、ご視聴ありがとうございました。高評価と、チャンネル登録を、よろしくお願いします。それではまた、どこかの海でお会いしましょう。